どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、無課金で強くなる方法についてやっていこうかなと思います。今回の動画は、前回の、グランドマフィアの、強さの定義についての動画の、続編となっておりまして、前回の動画をご視聴いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、まだご覧いただいてない方は、概要欄にリンクを貼ってますので、そちらよりご覧いただけると、嬉しいなと思います。はい、では早速やっていきたいんですけども、このゲームって、かなり課金がえぐいじゃないですか。トップの方々って、もう、金額がもう1億円とかも優に超えてて、普通に考えて、勝てっこないです。私も当然勝てないです。ただゲームなので、これ逆に、1億円使ってる人が、じゃあ無課金の方だったり、未課金の方に、じゃあ負けてしまうと、課金する人っていなくなってしまって、ゲーム自体が成り立たなくなってしまうので、ある程度は仕方ないのかなと思います。ただ、課金しないと、このゲームが楽しめないかと言われたら、もちろんそれは違くて。無課金でも、このゲームを楽しんでいくことは、十二分に可能です。もちろん、チャットでの楽しみもあると思うんですけど、このゲームって、あくまで戦争ゲームで、チャットだったら、別に、どんなゲームだって、ぶっちゃけできちゃうじゃないですか。あの、まあ、えっと、ただ、楽しむために、やっぱりでも戦争ゲームなので、戦うのにも、ある程度の強さっていうのは必要です。じゃあ、課金しないと、強くなれないから、じゃあこのゲーム楽しめないじゃんっていう風に思われてる方、多分サーバー開設、開設の初期ですね。そことからと結構言ってる方多いと思うんですけど、レイドリーダーをすることは無理でも、逆に、派兵をしていったり、栄養バトルで戦っていくっていうことはもう十二分に可能です。ほんとこれ勘違いされがちなんですけど、無課金だから強くなれないと言ってる方のうち、これ割と隠された言葉が多分あるんじゃないかなと思ってます。これほぼログインしないし、イベントとかも全然やらないから強くなれない。割とこの部分も、多いのかなと思ってます。課金者の方であっても、ほぼログインしてなかったら、全然強くないので、で、課金しなくても、このゲームを楽しんでいくことは、本当に十二分に可能なので、楽しんでいくために必要な、無課金でも強くなる方法について、今回はお伝えしていこうかなと思います。はい。では前置きがちょっとかなり長くなってしまったんですけども、本題の方入っていきましょう。で、結論から言います。で、強くなるには、毎日の、日課だったり、実行ポイントの消化だったり、エネルギー、該当発射ですね。分かっていくエネルギーをしっかり消化していく。あとはもうちゃんとイベントをやりまくる。そしてアクティブな組織に加入する。費用対効果が高いものから、優先して進めていく。これらが今回、非常に重要なキーワードなのかなと思います。これらのキーワードを踏まえた上で、お聞きいただきたいんですけども、まず、じゃあこのゲームで、じゃあ最初に強くなる方法って、何でしょうか。本当このゲーム一番、始めた最初にやることって、建設だと思うんですけど、じゃあその後に、じゃあ投資センター、建設して、じゃあそこから投資をどんどん、進めていくことができると思うんですけども、この投資センターって、様々な投資があるじゃないですか。そこからどんどん強くなっていくために、必要な要素って、増えていくんですけども、ただこのあくまで、高級装備とか、って、あくまでプラスアルファの要素なので、大前提として投資があります。で、この投資を進めていくことで、新しいティアの、兵士を解放していったり、生達をどんどん上げていくことが可能なので、これを進めていくことが、まず最優先になります。ただ、この投資を、進めていくには、資源と加速アイテムが、必要だと思うんですけども、ただ、この加速アイテムって、どういう風に入手していますか？これって、イベントだったり、組織ギフトだったり、該当カジノだったり、該当覇者だったり、あとは密輸船ですね。これらで結構いろんなところで入手することができます。で、本当イベントとか、もう該当カジノとか、もう該当覇者とか、密輸船とか、
もうほんとこれって、一回一回の量ってもちろん少ないんですよ。ただ、これ毎日コツコツやっていけば、もうかなりの量になります。街頭覇者については、常にエネルギー、消化されている方が多いと思うんですけど、街頭カジノとかって、結構攻撃しなきゃいけないとこが多いので、ちょっとめんどくさいといえばめんどくさいんですけど、これ本当に大事なのでやっていきましょう。加速だけじゃなくて、めちゃめちゃ大事なジュエルとかも入手することができて、多分無課金だと、多分一番ジュエル集めできるのって街頭カジノなんですよ。で、このジュエルとかも結構ステータスが上がる幅大きくて、なるべくもちろん最終的には、金のやつを、各攻撃ジュエル8つ欲しいんですけど、ただ全然、紫と、金で、言うて6%の差なので、なので、全部紫にするだけでも非常に大きいのかなと思います。あとは言わずもがななんです。イベントはね、言わずもがなかなと思うんですけど、普通の、いろんなイベントはもちろん、あとはもうヘルイベント。これ本当にでかいので、ヘルイベントは、以前の気まぐれコラムの方で、解説させていただいたので、詳細知りたい方は、概要欄にリンクの方を貼ってますので、そちらよりご覧いただけると、嬉しいなと思うんですけど、集長だったり、新軍スキンのイベントの時に合わせてくるイベント、実力アップとかですね。そっちで、投資進めていくより、ヘルイベントで投資を進めていった方が、もう加速だったり、ゴールドだったり、あとは装備の素材が手に入るので、全然お得です。というか少し話は脱線しちゃうんですけども、装備ってなかなか育てるの大変ですよね。多分無課金の方でも、無課金の方でも、キング装備を全部 S にすることってぶっちゃけできます。じゃあこれなんでできるのっていう風になったとき、答えは、ちゃんと地下取引所のイベント。あれでも、これも征服シーズン行くともっともらえるのかなあれなんですけど、少なくとも、ポイントボーナスで今だと、ダメージ 40M で、50枚もらえますので、確か征服シーズンだと、これがもっと上限解放されたような気もするんですけど、ちょっとごめんなさい、ここは、あれなんですけども、ただこれでも、2日に1回じゃあ50枚って考えてもめちゃめちゃでかいですし、ヘルイベントでも結構箱入手できるんですよ。ちょっと今来てるヘルイベントは全然美味しくないやつなんですけども、装備素材10箱から20箱は、3段階目までポイントクリアすれば回収できるので、じゃあこのヘルイベントを、じゃあ毎日1回でもやっていって、じゃあそれを100日続ければ、1000箱くらいになるので、本当にコツコツやっていくことで、装備はちゃんと S まで育ちます。で、この装備についても、もう非常に強さに結びついてくる部分で、部分になりますので、非常に重要なのかなと思います。で、話の方、本題に戻しまして、加速を入手する手段としては、また3つ優先ですね。さっき交換ポチっちゃったんであれなんですけど、これ6時間に1回、更新されるもので、結構忘れがちではあるんですけども、これからも、加速をかなり入手していくことができます。一応更新については、前回の更新された時刻から、前回の更新された後にログインした時刻からさらに6時間経たないといけないので、最短6時間で更新できるとはいえ、常に6時間の更新をするとなると、常にログインしなきゃいけないこともあって、1日3回くらいですね、アイテム更新できるかなと思います。ただこれ本当なんやかんや結構加速手に入って、さっきはちょっと少なかったんですけど、資源と交換にはなるんですけども、そこまで資源使うわけではなくて、1日3回交換で、だいたい1日から 1.5 日分ぐらいの加速を入手することができますので、本当これもチリツモでかなり大きい部分なのかなと思います。あとは、組織ギフトなんですけども、これは組織によって異なりますね。組織メンバーが、該当覇者倒したり、書き音したりすると入手できるもので、これは組織ギフトが多く落ちる組織、イコール課金者が多い組織です。もちろん、今の組織が居心地いいだったり、いろいろあるとは思うんですけども、これどうしても、
組織の課金者の数っていうのは、自分自身の成長ペースに大きく影響を与えてしまいます。ただ、今の環境って、兵隊ランクが実装されたこともあって、競合組織に、なかなか、加入するのが、結構難しくなっています。ただこれって、あくまで、戦闘員として参加するのが難しいだけで、サポート特化の人材だったら、加入できる組織、結構あると思います。一応うちもそれなりに課金者多い組織で、何回も合併と、人員整理、繰り返してるんですけども、無課金で戦闘されないという方でも、補給要員として、活躍してくださっている方がいます。本当この前身となる、今 XE の、前身となる組織から、いらっしゃる方で、本当にありがたい限りなんですけども、競合組織って、資源本当に足りなくて、組織としての継戦能力の鍵を握ってるのが結局資源なので、本当ガチで戦う時のレイドリーダーの、負傷兵回復にかかる資源って、もう多分1日でもダイヤ1ビとかかかるんですよ、あれ。なので、戦闘員としては加入できなくても、じゃ毎日、じゃ 30M から 50M くらいダイヤを組織バンクに寄付できますとか。その人自体の戦力が、10億とかあって、で、州長のマッチングの、負担になってしまうとかになると、補給班としての採用は、難しいかなと思うんですけども、逆に3億とか5億とかだったら、その負担にもならないので、今の組織にこだわりがなくて、強くなりたいと思われている方は、そのような選択も、非常にありなのかなと思います。資源の集め方については、以前の気まぐれコラムで、解説させていただいたので、気になる方は、そちらご覧いただけると、嬉しいなと思います。一応全然多分1日にじゃ 30M、50M って言って、そもそもそんな無理じゃんっていう風に思われた方いると思うんですけど、全然できるので、あの、一切課金しなくても、多分僕今は課金してるんですけど、でも今それで、だいたい、全部の赤の資源生産力が、だいたい1日に 100M ぐらい、ダイヤがあって。ただ、課金してる赤の分の資源生産抜いても、多分 60M ぐらいはあるので、50M、60M あるので、全然できる、頑張ればできる範囲なのかなと思ってます。ただ、そんな感じで、いろんな方法で加速を集めていったとしても、トレーニングとか考えると、なかなか大変じゃないですか。ただ、これ一つ考えていただきたいのが、投資ってやりすぎると実力上がっちゃうんですよ。上がっちゃって、上がりすぎる割には、それだけの効果ってないんですよ。もちろん、レイドリーダーする人だったら、防御と上級防御以外はもう全部、観察させるのが理想なんですけど、逆に無課金の方だと、戦力、実力っていうのは上げすぎない方がむしろいいので、移転しやすいのはもちろんなんですけど、結局実力高いってなると、州長戦で、その実力、自分のパフォーマンスを出せなくなってしまって、結局、戦力高い、実力高いのに戦ってないじゃんみたいになって、リストラ対象になってしまったり、っていうのが結構あるので、それを考慮に入れなかったとしても、最終的に戦っていくとなると、いつ集結来ても、リーダーさえいれば、どんなに相手が課金してるめちゃめちゃ強い人であっても、集結を全滅させることって全然できるので。てかむしろその状態じゃないと、最前線で、最前線で戦っちゃうと、どうしても狙われちゃうので。本当バトルフィーバー中に、じゃ集結撃たれて燃えちゃうってなると、結局、戦えないっていう風になることになりかねないので。そのためにはT2 作りまくる必要があるんですけど、ちょっとここの詳しい話はまた長くなっちゃうので、今度お話しさせていただこうかなと思うんですけども、ただどちらにせよ、それだけの兵士を作っていくのに、たくさん加速が必要です。で、そうなると、もう投資だけに全部の加速を使っていくっていうのは、お勧めできないのかなと思ってます。もちろん、最初はいいんですけど、じゃもうちょっとで戦闘できるっていう風になった時に、戦闘できるというか、バンバン戦っていけるっていう風になった時に、どうしても投資全部やっちゃうと、それまでの期間結構長くなっちゃうので、経済と単位については、T4 解放のために必要なので、絶対必須だと思うんですけど、あと該当覇者もですね。あとは、上級単位ですね。
これもなるべく、もちろん、大変ではあるんですけども、結局コストダウンないと結構きついので。あとはヴィーナスも、デート回数2までは、結局、デート回数、ヴィーナスとのデートで、GL とか、加速とか、装備素材とか、それら結構入手できるので、優先してあげていきたいところなのかなと思います。また街頭カジノも、これ、急行と回復、一番最初の回復と急行さえ上げちゃえばぶっちゃけそこまで。もちろん上げても全然いいんですけど、でもあれですね。そんなに戦力上がんないんで、上げちゃって大丈夫ですね。ただ、あと装備ですね。これも、この、ステータスアップのところは、全部効果大きいので、やりたいところで、ところなんですけども、ただ、市長戦単位とかって、これめちゃめちゃやるの大変なんですよ。なのに、めちゃめちゃ効果低くて。結局これやっても、出撃チームは増えるんですけど、バフとして上がるのって20%なんですよ。なのに、これは本当にもう何千日という時間かかる、かかるとして。あとは編成とかも、これ相性バフめちゃめちゃでかいんですけど、これマックスまで上げるのに、もうとんでもない時間かかるんですよ。多分それを、じゃあ、上がるまで待ってたら、もうそのうちに多分もうゲーム飽きちゃうので、もう先にその分兵士作って、もう、このゲームをどんどん楽しんでいく方がね、個人的にはいいのかなと思ってます。じゃあ、あとはパスワードコインの投資とかでも、これってパスワードコインを、じゃあゴールドで買っていくってなると、すごくコスパ悪くて、もうもってのほかなので。ゴールドは、VIP 上げだったり、あとVIP も、無課金の方だったら、一回置いておいて OK です。17まで上げると、集中スキルのリセットが無料になるので、これ本当にめちゃめちゃ便利になるんですけど、ただあとあれですね、20まで上げると本当に強くなるんですけど、必要量がめちゃめちゃ多いですし、ただ、レイドリーダーじゃなかったら、この VIP で上がるのって、戦闘面で見てったら、一番でかいのって、集結単位数で、この集結単位数を上げたいから、VIP 最優先で上げたいですよ。上げたいですっていうのが、まず前提としてあるので、そうなると、一回ちょっと VIP は置いておいて、いろんなイベントで、ゴールドを使っていったり、あれですね、装備ボックス交換券だったり、いろんな加速だったりが、入手できるイベントだったり、あとはVIP スターだったり、あれも結構お得なので、そっちに使っていくのがいいんじゃないかなと思います。本当ゴールドストアで加速買っていったり、投資をじゃあゴールドで終わらせたりするっていうのは、本当にもったいないので、しっかりと使いどころを見極めてやっていくのがいいんじゃないかなと思います。で、そんな感じでやっていけば、もう着実に強くなります。高級装備とかも、私これ本当強化全然終わってなくて、全然もっとやんなきゃいけないとこ多いんであれなんですけども、これ本当金じゃなくても、紫でも、紫とか青とか緑でも、ちゃんとその場面に応じた強い高級装備を使っていけば、全然戦えるので、高級装備の詳しい話は、今度させていただこうと思っているので、一度置いておくんですけども、今回ご説明させていただいたような形で、加速を入手できる手段をもう最大限活用して、もうやるべき投資を、ヘルイベントの時に、進めていけば、装備も育っていくので、しっかり強くなります。で、そうなると、じゃあ栄養バトルも、バンバン戦っていくことができるようになって、じゃあその栄養バトルの報酬で、その分またステータスが上がっていったりっていうことが、どんどん、ね、ゲーム楽しくなっていくと思いますので、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。はい。ということで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は逆に、課金者の方向けの成長戦略をやっていこうかなと思いますので、次回の動画もご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。